会の産業まとめ。中国とロシアの衛星攻撃兵器が日本の人工衛星に接近。過去にもロシアは米国の偵察衛星に繰り返し接近。日米で宇宙空間監視の協力体制強化。今年の1月、ロシアの人工衛星コスモス2542が米国の偵察衛星 USA245 に繰り返し接近し、これを人工衛星の情報収集をするための衛星だとして警戒を強めています。米国宇宙軍のジョン・レイモンド司令官は外交チャンネルを通じてロシアに対して懸念を通知したと明らかにしています。日本政府高官は、日本の衛星に対しても、中国やロシアの衛星が同様の接近行動をとっていると明かしたと報じられています。日本は現時点で宇宙空間で中国やロシアの活動を監視する能力がないため、そうした情報は米国から得る必要があるとしています。専門家によると、悪者が運用する衛星が日本や米国の衛星に近づいて操作することができたとしても、写真を撮ったりアンテナの種類や周波数を評価したり、ソーラーパネルから発電量を調べたりするのは防げない。最終的には衛星にしがみついて衛星を制御し、任務遂行不可能にするか衛星を破壊する。もしくは小さな弾丸を撃ち込んで衛星を死なせることも可能だ、としています。日本は5月に宇宙作戦隊を設立。実質上は航空自衛隊の中にちょこんと存在しているに過ぎませんが、今後の規模と重要性の拡大が期待されています。宇宙作戦隊は宇宙での監視能力を高めるために、宇宙状況監視レーダーを山口県に建設中。2023年の運用開始を目指しているところです。さらに2026年には宇宙空間監視衛星を打ち上げ、キラー衛星対策を取るとしています。日本と米国は宇宙空間でも連携を強化していく方針で、これは両国にとって利益となると見られています。編集所管。昨年11月にロシアがソユーズに載せた人工衛星、コスモス2542と、そこから生まれたとされているコスモス2543は宇宙空間監視用ではないかと推測されています。最初は1機だったのにいつの間にか2機になったようで、これは米軍アナリストの分析だと米国宇宙軍司令官を通じて報じられました。発射されたか分裂したのかまでは分かっていないようですが、とにかく2つの衛星になったようです。ロシア国防省は公式声明で、統一された多機能宇宙プラットフォームに基づいて作成されたもので、国内の衛星の状態を監視することができる、としています。宇宙空間を監視するという点では一致していますが、これが国内の衛星に対してか海外の衛星も含むのかについては区別することはできないでしょう。また、接近が情報収集なのか攻撃のためなのかということについても区別がつかないとされています。これからは宇宙空間でのスパイ活動が活発になっていくということでしょうね。人工衛星は機密の塊ですが、こうした監視用の人工衛星によって情報を得ることができるようになってきたというわけです。現代社会では各種人工衛星が生活を支えていると言っても過言ではないですし、軍事面でも極めて重要性が高いです。日本でも防衛面で、ミサイル追尾迎撃のために必要だとしているようですね。今や中国が超音速だったり、北朝鮮が低空の変速軌道ミサイルを開発して迎撃を非常に困難にしているようですから。それにこうした人工衛星を含んだシステムは、今まさに議論となっている敵基地先制攻撃にも関連してきます。また、衛星の重要性が高まっているということは、それを潰せば生活や軍事作戦そのものを破壊できることから、衛星自体の攻撃能力や防御能力の必要性も高まっているようです。特に GPS など測位のための衛星や監視衛星を潰せば盲目状態になるわけですから、戦争ともなればその破壊の成否が勝敗を分けることにもなります。人工衛星を攻撃するキラー衛星はロシアや中国、そして米国も当然開発を行っていて、もはや宇宙空間の戦場と化すようですね。中国は地上からミサイルやレーザーによって人工衛星を破壊する実験を行っているとされているようです。宇宙空間はサイバー空間と同様で、制すれば全ての面で優位性を得ることができるというわけですからね。そういう意味では、これからは宇宙開発競争に乗り遅れた国は、地上での戦いでも絶対的に不利になるということです。戦争という規模でなくても、極めて小規模な小競り合いでも明暗を分けることになるでしょう。この分野で完全に遅れている韓国が宇宙開発に巨額を投じ、焦りを見せているのはこのためだと思われます。ある意味北朝鮮の後塵を排しているわけですから。
そういう意味では米軍の力がなければ不利になり得るということです。これが在韓米軍削減、撤退や船舶権返還に二の足を踏んできた理由でしょう。日本ではスカパー JSAT が宇宙のゴミ、スペースデブリ除去用、これは制御不能衛星も含むということですけど、それを押し出して大気圏に落とすレーザーを搭載するという計画を発表しました。これを軍事用、すなわち攻撃用に転用可能だとか一部の中国軍事オタクが騒いでいるようですが、公式に中国やロシアが問題視しているという報道はありません。これを中国メディアが報じてるなんて書いていた人もいましたけど、これは間違いです。YouTube にもありました。YouTube の某チャンネルはおそらくそのブログをそのまま転載したようですけど、よくあるパターンです。軍事関連は特に勝手な推測や飛躍した憶測が多いので取り扱いには注意が必要ですね。私もどれが報道でどれが誰かの憶測、自分の推測や考察なのか、はっきりさせなければいけませんね。いずれにせよこれから宇宙空間とサイバー空間の重要性が極めて高くなっていくようですので、日本もその流れに乗り遅れないようにしてほしいものです。どちらも今のところ人員も十分ではないようですし、サイバー関連は技術的な課題も多いと思いますので。宇宙の話ですね。なんだか元気ですね。まさか宇宙に興味があるんですか？ええ、スターウォーズファンです。ああ、最近の若者のにわかファン的な。違います。むしろ最近のは見てないです。見てないの？それでファンを公言する？面白いのは最初の3つですね。子供の頃に見て衝撃を受けました。最初のってどっち？ 4 から6ってこと？そうです。ルークの方です。なんだかお年寄りみたいだね。1から3は？見たけど好きじゃないです。いらなくないですか？まああれは取ってつけですからね。9部作って言ったから作らざるを得なくて。で、7から9は？見た？ 7 は見たけど覚えてないです。8と9はまだです。何か最近の若者とは全然違いますね。そうですか？最近の若者は7から9しか知らなくて、4から6、なんじゃそりゃ、らしいですよ。ちょっと映画館で見るほどではないかな。私は2は映画館で見たかな。それが唯一。というかスターウォーズは全然関係ないんだけど。でもデススターみたいなのってことですよね。レーザーで破壊って。全く違うね。知ってます。じゃあ無駄な振りはいらないから。でも本当にスターウォーズな世界に近づいているわけですね。どういう想像か知らないけど全然違うよ。宇宙船はないけど人工衛星で戦争するんですね。あんなに派手にバンバンやるわけじゃないですけどね。基本的には地上戦を優位に進めるための宇宙の覇権争いなので。GPS 使えなくなったりするんですか？ iPhone なら日本の導きを使ってるから関係ないと思うけど。導きって前も出ましたけど GPS ですか？ GPS と同じ日本版の位置情報システムで、かなりの精度があって軍事用にも使われています。じゃあ中国やロシアがアメリカの GPS 衛星を破壊しても問題ないってことですね。そういうことです。人工衛星って動かせるんですか？地上から遠隔操作ができます。すごいですね。ワクワクします。多分想像とかなりずれていると思うけど、それと宇宙空間のルール整備がまだなので、これからどうなるかはまだわかりませんね。やっぱり中国とロシアは怖そうですね。日本にとってはその2国が脅威ですね。日本も頑張ってほしいです。レーザーで破壊してとか考えているでしょ。はい、楽しみです。最近体重が増えた？増えました。どのくらい2キロくらい。やばくない？でもトレーナーさんが言うにはやばくないんだって。そんなのあるの？太らないと筋肉つかないから太ってもいいんだって。筋肉ついてるの？らしいですよ。でも測ってみたら減ってました。筋肉量が、じゃあ単に太ったってことじゃない？多少誤差があるから大丈夫って言ってました。大丈夫？そのトレーナー。だって特に食生活も生活も変えてないのに太ったんで、きっと筋肉がついてるってことだと思います。自覚は？特にないです。病気で死なないでね。そんなにやばくないですよ。でもスカートがちょっときつくなってきて、ワンピースが増えました。ああ、そこまで。私も最近体重増え気味で、大台に乗りそう。やばいね。梅雨だからね。余計に外に出なくて。どうするの？お部屋で運動する。
私よりやばいんじゃない？もう最近体重計に乗るのが憂鬱。そうなったら終わりですよ。現実を見て。じゃあ今日は乗ってみる。ねえ、地獄散歩行く？それは遠慮します。